旅パート2です。朝パリを出てジベルニーのモネの家に行って今ルーアンに向かっています。もうすぐお昼ですが、ルーアンで観光と買い物をしたら、その後オンフラーとドービルであることをしたいと思っています。お楽しみに。聖堂の前に来ました。わあ、こんな大きいと思わなかったね。はい、美術史のお時間です。ルーアン大聖堂というモネの連作ですね。モネは1892年から93年までここルーアンに滞在して大聖堂を描き続けて、94年に自宅のアトリエでそれらを仕上げました。これですよね、このシリーズ。全部で30作以上あるそうですが、この一つは箱根のポーラ美術館にあるそうです。ほら、一度行ってみて。あ、なんか違う曲でした。すいません。世界史のお時間です。ルーアンの歴史は9世紀に始まり、ノーマンディー公国の首都として栄えましたが、第二次世界大戦にこのようにほとんどがドイツ軍によって破壊されてしまいました。教会の鐘のどこか聞こえます。一見すると中世の街並みなんですが、よく見るとオリジナルの建物はそんなにないんですよ。あ、時計台が見えてきましたね。方角のお時間です。ルーアンの大時計は1389年にキャスターアイアンで作られ、直径 2.5 メートルの長身のみの天文時計で、フランスで最も古い時計と言われています。1527年に今の場所に設置され、1929年に電子化されたそうです。時計の上が博物館のようになっているので、見に行ってみてください。この時計台の下の彫刻もまた素晴らしいんですよ。見てください、このディテール。これ、迷える子羊ですかね。主よ、迷える私をお導きください。ジェラートの店もオリジナルだそうです。マックの横にラーメン屋がある。あ、かわいい。なんていうんだっけ、メリーゴーランド。ケンタッキーフライドチキンもあります。で、ちょっとしたなんかマルシェのような感じです。マルシェっていうのは市場ですね。マルシェが一番だから日本人みんな知ってるっても。これ右側のメリーゴーランドのすぐ後ろにあるこの建物がジャンヌ・ダルク教会。なんか不思議な建物なんですよね。ところでジャンヌ・ダルクって誰だったか覚えてますか、皆さん。はい、皆さん起きてますか？再び世界史の時間ですよ。ジャンヌ・ダルクは映画にもなったフランスの国民的英雄で、1412年にフランス・ドンレミに生まれた女性なんですが、神の啓示を受けてフランス軍に従軍してイングランドとの重要な戦いに参戦し勝利を収めました。その後イングランドに引き渡されて19歳でなんと火あぶりの刑になった人ですよね。その彼女の功績をたたえた1979年に建てられたのがこの教会です。伝統的な造船技術が使われていて、天井が船底のようになっているんです。ステンドグラスは16世紀のものらしいですけどね。ジャンヌ・ダルク。再びマルシェです。この町には600以上のレストランがあるそうなんですが、その中でもひときわ目立っているのがフランスで最も古い料理旅館インのラクオンです。多くの著名人が来たお店で、アメリカにフランス料理を紹介したジュリア・チャイルドはここの
料理に感銘を受けて料理研究家を目指したと言っています。中はこんな感じなんですけどもね、ぜひ行ってみてください。うさことすねこのプチ贅沢旅オンフランに行くぞ。車に戻ろうとしたら時計台のすぐ横にスーパーがあることに気がついて、ここでスナックと土産を少し買ってしまいました。これ本当に安くて軽くて良かったです。贅沢旅ノーマン橋が見えてきた。はい、有名なノーマンディー橋の前に来ました。混んでます。こんな橋できたばかりの時は世界最長だったんですけど、ちょっと見てくださいこの傾斜。でも日本の橋にあっという間に抜かされました。ちなみに今一番長い橋は中国にあるそうですよ。贅沢旅オンフランに着いたぞ。はい、ここホテルって書いてあるんですけどシティホールでそうです。木造建築の教会、最も古い教会だそうです。中に入っていきます。教会の中では喋れないので映像だけを楽しんでください。なんか木のぬくもりを感じる教会なんですけれども、このオンフルのセンカトリーヌ教会は100年戦争後に15世紀後半に建てられ始めたようですね。で、大変珍しい木造建築なんですが、なんで木造かっていうと、ただ単に石で作るお金が集まらなかったっていうことらしいんですけど、見てくださいこの天井。どっかで見ましたよね。やっぱり船大工が作ったので、船をひっくり返したような形になってるんですね。教会を出ますと、その正面にそびえ立つ鐘楼っていうのかな、もう船を反転させる技術がたくさん使われています。贅沢旅、行きたかったところに行くぞ。今後ろで流れている曲の作曲家エリック・サティの聖歌がこの町にあるんですけれども、残念ながらちょっと中に入る時間がなかったんです。また来たいです。シードル専門店に来たんですけども、まずはガレットをいただいて、そしてシードルなんですけど、本当にいろんな種類のシードルがあってちょっとびっくりしました。で、クレープもいただきました。美味しかったです。贅沢旅、ドービルに向かいます。ドービルはもともと漁村だったんですけれども、19世紀頃からお金持ちのリゾートとして注目されるようになって、今はカジノとか競馬場で有名ですね。はい、そしていよいよ本日の最終目的地、オマールエビが食べれるシーフードレストランにやってまいりました。人気のレストランだと思うんですけど、ホームページに英語で予約できるようになっていたので簡単に予約できました。ではお食事の映像とともに本日の反省点を振り返りたいです。まず勉強不足でした。特に歴史とか美術史、もっと勉強するべきだったなと思いました。これどれも美味しいよね。それから博物館とか美術館の空いてる時間っていうのをちょっと確認するのを怠っていたので、入れないところが今回たくさんありました。これね、バターが違うからコクが合う。最後にヨーロッパはやはりバケーションの時はものすごく混むので、渋滞が多くて予定していた1時間よりどんどん遅れてしまうようになりました。口の中に溶けるわ。皆さん最後までご視聴本当にありがとうございました。今回はちょっと失敗が多かったんですけども、そういうわけで疲れたんでこのイービスホテルに泊まります。お部屋の中ちょっと狭かったんですけど綺麗でした。